ナスカーラこの富士スピードウェイで走ります。皆さんこの音と迫力楽しんでください。今回のトヨタイムズニュースはこれからも続く日本とアメリカの車文化についてお届けいたします。まずはこちら富士スピードウェイでは今日ですねスーパー耐久の最終戦が行われているんですが、イベント広場にはアメリカパークが設けられまして、アメリカで作られた大きな車がたくさん並んでいるんですね。そして今回 S 隊の前にですね全米ナンバーワンモータースポーツと言われていますナスカーのデモレースが行われるということで、そのナスカーの魅力を体感できるブースも設けられています。子どもたち楽しそうにしてますね。ナスカーとは1920年代にアメリカで誕生した市販車がベースの専用車両によるレース。アメリカではテレビ視聴率がスーパーボウルに次ぐほどの人気を誇る国民的なスポーツです。ものすごい人ですね。ね、ありがたいです。結構見てください。ナスカーの服とかみんなあれナスカーの服なんですよ。あ、着てるんだ。全部。本当だ。本当だ。本本当だ。着てるからこれだけすでにねこうナスカーのファンがことにちょっとびっくりしてる。え、ねそして行われたナスカーショーラン。本場アメリカから来た6台のマシンと日米のトップドライバーが登場しました。さらにもう1台フォードのピックアップトラック F150 に乗ってきたのは日本自動車会議所の豊田章男会長とジョージ・グラス駐日アメリカ大使です。これアメリカで大人気のね、ナスカーという車で、なんとこれだけのスター選手が、今回この富士の S 隊最終戦に集まってくれました。その尽力していただいたのね、ここに我々アメリカ大使はじめ本当に、車が大好きでね、日米世界中の皆さんのおかげだと思ってます。Oh, this is very exciting. What an honor to be here today and to look out and have the great sport of NASCAR here. It's wonderful. It's just like being at home. 今回ナスカーを招致したのは日本自動車会議所です。日米の車の文化交流を目的としてアメリカのモータースポーツの象徴であるナスカーに声をかけ、日本を代表するレーススーパー耐久で実現をしたということです。最初このお話をした時のグラス大使の反応ってちょっと正直最初のお話申し上げたのは約2ヶ月前です。結構最近、はい、あら、それで2ヶ月前で最初の大使のご反応はそれは面白い、おお、はい、嬉しいですね。ぜひ実現しよう、はいはい、ですけどそれからが多分ね大変だったと思います。そうですよね、ただそのガソリンをね持ってくる、車をここに運ぶ、そしてチームが、このスケジュールをね、都合をつけて、ここに集まるとか、いろんなことをやっぱりここでね、みんなでやろうということで、心が一つになって、今日実現したと思います。夏からこの富士スピードウェイで走ります。皆さんこの音と迫力楽しんでください。お願いします。 One, two, three, start your engines!
米各地のサーキットでは毎週末10万人ものファンが詰めかけるナスカー。トヨタも2000年からナスカーに参戦しています。レースを走る車はストックカーと呼ばれ、エンジンはなんと800馬力以上、重さも 1.5 トンと F1 の倍近くあるのに、平均速度はなんと時速およそ300キロ。まさに世界最大級のモータースポーツです。Now think of having this on a raceway where you've got like 30 of them all 30 な going んで at す。普 once. 通だったらそのナスカーだったら30ぐらい、30台がいますよね、全部。はい、Quite amazing. That's an amazing sight. すごい光景でしょうね。で30も台。 6台でもそのフィーリングはね得られると思います。 Even if it's just 6 this time, I think you get the feeling how it's going to be like. だから来年そのね30台ぐらいの規模でここ出てきたら最高です。 And so it's going to be awesome if next year we can have 30 of it running here on this course. You did your 24-hour the endurance race earlier, right? 20時間制御されたんです And also I'm going to have a race right after this. I'm gonna participate The final for the race race. right after this. And I am a start driver. Starting driver. Okay. Right Maybe one hour or 2 hours from now, after this. 2 hours. I'm in On the track. on the track. Unbelievable, right? Yes. I hope you have good insurance. 保険もちゃんと入ってくる。Wow. Please stand. Again? Again. ショーランが行われた3日前、この日ナスカーのテスト走行が行われていました。助手席に乗っているのは秋夫さんです。ナスカーの車ストックカーに乗ってよく知った富士スピードウェイのコースを走ります。さて乗ってみての感想は？すごい後ろが滑るんですよ。ずるずるゆるゆるもうゆるゆるどころかシュッシュッ。車の特徴について一昨年からナスカーのカップ戦に参戦している小林可夢偉選手は、まっすぐでずっとふわふわするんですよ。そうだと思う。まっすぐ走るのが実は怖くて、これ乗って分かったのは、車をいかにブレーキング手前でまっすぐにするかっていうこのふわふわを落ち着かすかっていうので全然車と止まる距離が違うかったああそういうこと。んです。だから要するに自分的にはまっすぐにしてるつもりでもやっぱなってないとどっちかがロックしちゃうんですよ。どっちかにウエイト乗っちゃってる。だからそれをいかにまっすぐにするかに結構違いました。休む間もなく再びストックカーのトヨタカムリに向かった秋夫さんは、
なんと今度は運転席に乗り込みました。運転前には後ろが滑ると話していましたが、Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. やっぱすごい滑りますよ。やっぱブレーキで滑る。そうですよね。あそこブレーキ。B コーナーとか。失敗したらもう。乗る？はい。秋夫さんがさらにもう1台別のストックカーに乗ろうとしていたその時、私急遽声をかけられまして、この時は来てしまいました。なんと私このナスカーのスーパーカムリに乗せていただくことになりました。怖えよしめっちゃ怖い。300キロでしょ。全く想定していなかった時速300キロの世界へ。しかもなぜか私が乗っているカムリの後ろにピタッと秋夫さんが助手席に乗っている車が。You're good. You're good. Thank you. Yes, sir. Thank you. How was it? I'm tired. 楽しい。Sir. Thank you so much. 途中から競争し始めるから、あれとカマロと。いやーでもすごい音ですし、すごい迫力だし、
もう右に左に前に後ろに、これはね楽しいですよ。すっごい興奮しました。唯一途中で抜いてって、車がで競争し始めたんでちょっと焦りましたけど、いやー、あと鼓膜が破れそうでした。ああ、これがナスカーなんですね。これは初体験。めっちゃ楽しい。これ絶対日本でも人気出ますよ。さて秋夫さんはというと、今度はまた運転席へと乗り込み、 Ready to go? Ready? Push him out. You ready? We're gonna push you out. Ready? Push you out. 再びコースへと入っていきました。 Oh yeah. すごいです。すげえですね。完全レーサーになってました、走りが。伊藤さん間違いなく楽しんでましたね今。普通乗れないですよね。あんな僕も最初このナスカ乗った時に、まずまっすぐ走るのこんな難しいんだって思うことがある。それがまっすぐ止まるのもね。そうなんですよ。特にカムリ難しい。ずっとふわふわしてるんですよ。すごい。すごい。信じられない。でもどうでした実際運転してみて。いやー、やっぱりね、まだ運転してるって感じじゃないでしょうね。乗ってるって感じです。ね、富士スピードウェイだということで道には慣れてます。だから車へのアジャストで済むんですけど、やっぱり曲がりづらい、後ろが滑る、重い、ね。それからダウンフォースは前のカムリよりはありますけど、だからそういうことをやりながらどうね、だから例えば初めて馬に乗る時にね、馬がね、自分を乗せるかどうかという会話になるんじゃないですかね。すごい馬力の馬でした。僕も助手席乗せてもいただいたんですけど、音といいね。信じられない。あれを運転なんでできるんですか。まあオートマチックみたいなもんだから。そんなバカな。楽しさはどうです？楽しさはその運転の仕方はわからないまでも楽しさは十分ありますね。あれがね、滑りながら曲がりながらレースをするっていう感覚、これはなかなか面白いかもしれないね。それがナスカーだって皆さん言ってますからね。それとこれもあっちもね、カムリも同じプラットフォームの同じパワートレーンなんですね。でダウンフォース上げたりあれするだけでね、こんなに乗り味変わるんで、だからやっぱ車の基本さえ知っとけばいろんな味ができるというのの表れでしょうね。はい。だからもう日本だアメリカだじゃなくて、車好きがこうやって集まって一緒に行ってね。そう思いますよ。はい。だからそういう意味ではね、ここのね、日本のこのスーパー対決までね、ナスカーのグループが来てくれた。できれば来年ね、建国250周年に対してね、ナスカークラスができてね、一緒にレースできたんで、これ日米関係こんないいよっていうのが、分かりやすくアピールできるんじゃないかなと思いますけど、はい。車がやれる日米親善でしょうね。ありがとうございます。Awesome. Thank you very much. Thank you so much fun. That was awesome. I was laughing every time that you. スーパー耐久レース決勝の日、ナスカーのショーランが行われる直前、秋夫さんはグラス駐日アメリカ大使を日米の交流をテーマとして設けたアメリカパークへと案内しました。手前にはトヨタ製が置いてます。それで後ろの方にちょっと日本でも人気のフォードとかね、GM の車を並べて。
those popular models, US models. だけど That's the layout. ものすごく興味示してくれてます。 But this is the first attempt that we did this, but we see that it has been very popular. There's a lot of people with strong interest. それとあそこにコカ・コーラ There, Coca-Cola fans. そばにハンバーガー And also there's the hamburger side. ビーフは US ビーフ And beef, US beef is not Japan. US beef. もうやるとなると出てこない You know, if we're going to do it, we're going to do it thoroughly. That's my style. Only one way to go, the whole way. そして2人はナスカーの展示も視察。実はここ富士スピードウェイとナスカーはとても深いつながりがありました。富士スピードウェイはもともとナスカーを開催するために作られたんです。でその名残が今も実は残っていまして、この急な斜面30度バンクと呼ばれていた場所なんですね。でそこに今回サーキットを走ることになるナスカーの車が並べられて写真撮影が行われているんです。つまり60年の時を経てナスカーの車が富士スピードウェイを走ります。楕円形のコースを高速で周回するナスカー。当初ナスカーの開催を想定していた富士スピードウェイにはその楕円形のコースの一部が残っています。ナスカーの車が富士スピードウェイを走るのも何かの縁なのかもしれないですね。今回スーパー耐久レース最終戦では新たなクラスが作られました。それは STUSA クラス。2台のアメリカ製の車がコースを走りました。日本とアメリカの相互交流や切磋琢磨を通じて車文化の発展や経済交流の促進のきっかけになることを目的としています。日米の車文化の交流について秋夫さんはこう話していました。来年ねアメリカって建国250周年なんですよ。それでいろいろ先日アメリカ大使館行った時もね、いろんなその日本とアメリカの産業界のみならずいろんな文化面とかねスポーツ面とかいろんなもので交流を考えてる。でその時にモータースポーツもありますよねという提案をさせていただきました。それでやっぱりナスカーがあるよと。それで大使たちはじめね来年の24時間レースでここでねナスカークラスを走らせるというのにすごい盛り上がってますよ。でも急に24時間レースでナスカークラスと言われてもね大変じゃないですか。だからそれはトライアルとして今回2ヶ月の準備期間でこれができたと思いますし、ただここの広場もねそれからあっちのピットのとこのナスカーのガレージも結構私の想像以上に人気ありますから、とにかく今日ね音とあれを聞いていただいて何か感じるものがあると思いますけど、あとナスカーの魅力について日本では多分ほとんど知られてないスポーツだと思うんですけど、はい、会長ご覧になってどう思ってらっしゃいますか。モータースポーツのエンターテインメントでしょうね。だからモータースポーツプロレスみたいなもんじゃないの、だから必ずいい役と悪い役があるでしょ一番ダメなのは存在感のないドライバーだってねいいか悪いかでやっぱりそこはエンターテインメントになってることだと思いますね。だから毎週毎週ねああやってできるし、それと僕ずいぶん前にナスカーの車乗ったことありますけど、あの時に比べてもうシートのねなんていうか安全性能とかねあれ格段に上がってますね。だからその分乗りづらいんですよ。乗りづらいんだけどとんでもなくやっぱり安全に対しては進化しているような気がします。このイベント広場のアメリカの車とか、ガレージのナスカーの車を見て子供たちが日本の子供たちが目を輝かせてたりとか、モータースポーツファンがぐっと集まっている姿、どのようにご覧になってますか。それよりも自分も乗ったでしょ。はい、楽しかったですあれをトヨタイムズで表現してください。ありがとうございますそして300キロね子供たちを共感させてくださいね。共感してやっぱりねこういうのって見てたなんとかとかね頭で理解してじゃなくて
感じて動くもんだと思うんですよ。感じて動くから感動し共感するわけでしょ。だからぜひね、ぜひ今回はとにかく走ってる姿にレースには2台だけ、ただパフォーマンスはもうすぐ始まりますよ、あれなんか向こうのトップドライバーたちも来てくれてるので、ぜひねちょっとご注目いただきたいと思います。はい。そんな日米関係を取り巻くニュースがもう一つ。アメリカ現地時間の2025年11月12日、トヨタ自動車はアメリカ事業に対し今後5年間で最大100億ドル、およそ 1.5 兆円の投資を行うと発表しました。およそ70年前のアメリカ進出以来、総投資額は600億ドルに上ります。投資先の一つになっているのがノースカロライナに建設された巨大な電池工場です。ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、バッテリー EV 向けの電池を生産します。12日、開所式が行われ、改めて生産開始が発表されました。 You, our team members, are truly the backbone of our operation and our company. What you see here in my hand, and I know it's pretty small actually, right? But it's the heart, it's the first piece of the product that we ship from our Toyota North Carolina to our customers. 式典にはノースカロライナ州知事や運輸長官の姿も。I'm a huge fan of Toyota. I think the American consumer has responded so well to the vision that you have and the tie you have to the consumer. Congratulations, everybody. およそ5000人規模の雇用を生むと言われる巨大電池工場。なぜこの場所にこの工場を建てたんでしょうか。遡ること1年。完成前の工場でその意味を取材しました。アメリカノースカロライナ州にあります人口2000人の小さな町の郊外に大きな工場が建設中です。将来的には5000人ほどがここで働くことになるということなんですね。でもう建物立ち始めていまして、灰色の建物、この手前の2棟がハイブリッド車用の電池工場だそうです。それでは内部取材してまいります。まずはバッテリー EV の電池工場建設中ですけれども、案内していただきます。関根さんに案内していただきます。よろしくお願いします。関根さん、すいません。お世話になります。お願いします。じゃあ中入っていただきます。ああ、広い。もうここがバッテリー工場の第1棟目でして、はい、ここに2つのラインが入ります。はい、やっぱり新しいから綺麗ですね。まだ綺麗で、やっぱバッテリーはとにかく綺麗にしないと、コンタミといって異物が非常に生命線になります。はいはい。こちらがですね、これから正極と負極、そこを作る工程になってきます。新たな事業の立ち上げには多様な知見が必要不可欠。協力してくれた企業の一つがプライムプラネットエナジー&ソリューションズです。トヨタと一緒にやるっていうことで、はい、よりこう意識したところとかっていうのはあったりするんですか。はい、毎日4種類のなんか異種総合格闘技やってるみたいな感じでまず日本とアメリカの違い、はい、それからトヨタと PPS の違い、それから電池工場と車屋さんの工場の違い、はい、それから建設のマネジメントのアメリカと日本の違いっていうことで、毎日いろんな文化といろんな価値観がしのぎを削ってるというか、そんな形なので、その壁1枚建てるのもどうやって建てるかとか、どんな仕様でやるんだとか、一からそういうところからやってます。はい、この現地の皆さんと接していて、いかがですか。すごく興味を持ってやってくれてる、俺が電池やってるっていうなんかプライドというか自負というか、そういうのを持って何でもこう知ろうとするっていう貪欲さはすごく勉強になりますね。
そんな異種格闘技のような現場を率いる製造責任者のエディさんは新たなチャレンジに意欲を見せています。製造責任者として今こう難しいなって感じてることっていうのはありますか？We embrace the challenge and look at it as more of an opportunity for us to get better. A lot of folks that we have brought here in Toyota team members have came from external Toyota places and also external other places, and we think with that combination of talent that's going to help us be very, very good. So no worry about challenge. And we think as long as we are one team, we will be very successful. 続いて向かったのはこれがハイブリッドの建屋になります。完成前のオフィスを通り抜けた先に近づいてまいりました。設備が整ってますね。はい、もう一通り設備が並んで、もう物出しの今トライをまだやってます。いろんなトライを。ここでは生産技術のリーダー津井さんに話を聞きました。ここは何するとこですか？こちらが、電池を作る上での最初の工程になってまして、電池の材料を活物質とかいろんなものを入れて混ぜる。で混ぜて出来上がったペーストを、先ほどの、次の工程で、箔に塗っていくと。流れ的にはこう進んでいくんですね。そうですね。はい、こちらが頭の先頭の設備になります。トヨタの工場で見られないものでどんなところがこう難しいっていう？電池特有の難しさというのは例えば数十ミクロンの金属の異物、それが電池の中に入ってはいけないんですね。そういった目に見えないものを制御しなければならない。で電池の品質を担保するために管理しなければならないことを伝えるということはなかなか苦労したと思います。でも働いてる人たちもそういう扱ったことないわけですよね。そうですね。実際にこちらの生産ラインの中でこれまで実はもう大量に試作評価を行っているんですが、その中で発生する課題を北米トヨタの方々とワンチームで解決していく。その目に見えないものを見えるようにして一緒に考え対策していく。今では北米トヨタの方々も電池のスペシャリストになってきていると実感しています。じゃあトヨタにも電池のスペシャリストという人材が育ちつつあるっていうことですね。そうですね。でここのスカラライナの地で少しずつ増えていって、でこれから電気自動車用の電池もやることで、もっともっと増えていくわけですね。本当に楽しみだなというふうに思います。およそ5000人の雇用を生むこの工場。地元出身の従業員はどのように捉えているんでしょうか。でもなんでまたこの工場で働きたいって思ったんですか？ So that's a very interesting question. My background is healthcare, so I worked in sports medicine before I moved into strategic and business planning. But I had always wanted to work in the automotive industry. I grew up around cars and I ride motorcycles, and so being in the mobility space was always really interesting. And I also drove a Toyota, so I was very excited about Toyota in general. And so when this opportunity came, I was so excited because it was just perfect. It was an opportunity to work for Toyota and come back home as well. So I was very excited about it. これからどういう仕事をしてどう貢献していきたいって思ってますか？ I think I have been very impressed that Toyota likes to bring people from different backgrounds to get different perspectives. And so while I hope to continue my career at Toyota, I hope to continue to bring maybe a slightly different perspective from someone that's spent their entire career here so far, so we can continue to think about problems and challenges in different ways. こうした地域社会との関わり方について TBMNC のトップに話を聞きました。もともとここは人口2000人の小さな町とお聞きしてるんですけれども、そこに5000人が働くことになる大きな工場を建てるっていうのはどんな意義があると思っていらっしゃいますか？ This is a very small town of Liberty, population a little over 2,000, but it really falls in line with our best in town philosophy. Oh, really?
It really does. The mayor of this town has also embraced us, along with many other residents of this location. And they fully understand now through a lot of meetings and get-to-know sessions that we are one team, not only building the best batteries in the world, but also a great community partner. 町一番を目指す中にその人材育成というものも入ると思うんですけれども、その町の皆さんの教育にやっぱり貢献していくっていうこともこの工場としての意味がありますか？ Yes, it is a very important meaning. One of the things that I am really proud of is we have already donated $3.2 million to the community for educational projects for human development, but also the wraparound services that they may need, food, transportation, to be a successful student. We believe in building that now for the pipeline for the future. So human development in the community is really important. 時は経ち、いよいよ生産が開始。トヨタにとって歴史的な節目となりました。This is where a historic town influences the future of a global. Don Stewart. 北米トヨタの小川 CEO は今回の投資の意味をこう語ります。The launch of this plant marks a pivotal moment in the future of electrification for Toyota and for U.S. auto manufacturing. Our $14 billion investment in this state-of-the-art facility is not just about building batteries. It's about building a future that reflects our deep belief in America, in North Carolina, and in creating more sustainable world.